バグー中心部に位置すこんるにちはアザドリク広場からアゼルバイジャングランプリをお伝えしていきます。高速でいてコーナーはきつく、ランオフエリアはごくわずか、セーフティーカーが何度も入ることが予想され、ドライバーには高い集中力が求められます。アゼルバイジャンの首都に築かれたバクー市街地サーキットは全長6キロのトリッキーなコース。20のコーナーがあり、特に8コーナーはシーズン中最もタイトでチャレンジングなコーナーとして知られています。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。昨日快走を見せたマックス・フェルスタッペンがポールポジションからスタートです。2番グリッドを占めるのはセルジオ・ペレス。残りのグリッドに移りましょう。ハミルトン、ラッセル、サインツ、フェルナンド・アロンソ、ノリス、ルクレール、オコン、ガスリー、ストロール、ボッタス、ジョー、オスカー・ピアストリ。前回オーストラリアでの失速の原因は EU の ICE の消耗のせいでした。異常に気がついたのが予選中だったため、急遽 ICE を乗せ替えてペナルティーで降格。最後尾でのスタートになりました。スタートはいい反応。ニックのインを狙いますがブロックされます。ぽっかりと空いた真ん中を加速してジャンプアップ。3ワイドでターン1に突入です。イン側で脱出が窮屈になったローガンとアマウリーをアウトからパス。勇気のスリップストリームを使って2個を捉えに行きます。DRS 全開ですがハースのトップスピードが勝ります。しかしターン3の出口で勇気に詰まって加速が鈍りました。今度はこちらがイン側、2個を抑えてターン4に入ります。これで16位。スタートの渋滞でコーナーは必要以上に速度が落ちます。追突に注意です。旧市街区間に入ります。ストリームから勇気がガンユーに仕掛けます。ガンユーはブロックのためインに寄せていきます。こちらはガラ空きになったアウトから大外刈りを狙います。またしても3ワイド。ここは引くわけにはいきません。イン側で脱出がタイトになった2人をパス。うまくいきました。ストレートは DRS 全開で逃げます。セクターには抜きどころが少ないので離されないように背後にしがみついていきます。前方は13位のオスカーです。最終コーナー立ち上がりはこちらが上のようです。
全にスリップストリームに入りました。オーバーテイクボタンでインを狙います。よくやった。素晴らしいオーバーテイクだ。 DRS を使えるようになったぞ。 DRS 使用可能だ。オスカーを抜いて13位、前はピエールとバルテリです。バッテリーの充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。ランドを先頭にして10台ほどの集団で旧市街地へ入っていきます。MGU-H の摩耗が危険レベルに達しつつある。エンジンをオーバーヒートさせると問題が悪化するから温度に注意してくれ。了解。 MGU-H の消耗も進んでいたようです。今のところ致命的なペースの低下は感じません。行けるところまで頑張ります。ピットインだ。ミディアムに変えるぞ。チームメイトに対するアドバンテージは 3.4 秒。2人ともコーナーで無理して加速が鈍りました。バルテリとピエールをまとめてパス、ありがとうございます。ここで DRS が使えないときつい。どんどん離れていきます。前はエステバンとランスですね。現在11位。
ヘクター3でイエローフラッグ。セーフティーカーが入った。デルタに注意しろ。プラスに保ちつつ前の車の後ろにつくんだ。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。ここでセーフティーカーが入ります。原因は最終コーナーでバルテリがマシントラブルでストップしたようです。アマウリンがピットストップに入ってきた。チームメイトはタイミングよくピットイン。自分もこの週でピットインします。この周回でピットインしろ。この周回だ。セーフティーカーでの走行は初めてなのですが、すぐに前走車の後ろにつくのではなく、間隔を保ったまま走行するんですね。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。ピットレーンでスピードを落としすぎてデルタを2秒も空けてしまいました。今のピットストップは最高だった。期待以上にいいタイムだ。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。2つ順位を落としてしまいました。大失敗。ピット作業は完璧だったのに13位に後退です。しかも周りはソフトタイヤです。前の車に追いつくんだ。どんどん離れているぞ。作戦変更の指示を出していませんでした。車間距離は10台分以内にしろ。もうじきレース再開だ。セーフティーカーはこのラップで消える。レースが再開してもグリーンフラッグが振られるまではオーバーテイク禁止だぞ。了解。レース再開に備えます。ちょっと間隔を空けすぎました。
後方のチームメイトとのギャップは 1.5 秒。7月9日に行われたイギリスグランプリでアルファタウリは大幅なアップデートを投入しました。内容は多岐にわたるのですが、ダウンフォースを増やすのではなく、ブレーキング時の空力変化を穏やかにしてギアの安定性を高める内容だったようです。オーバーテイクを使うんだ。その効果で低速コーナーが速くなればもっとサスペンションを硬くして車高を下げることができるので、小さなウイングでも同等かそれ以上のダウンフォースを発生することができるという目論見だったようです。しかし結果は散々なものに、完走した中で最下位でした。勇気のコメントでは、右コーナーだけアンダーステアが強すぎる、ミラーがグラグラで取れそうになるなど、マシンがアップデートの内容を判断できるまともな状態にセットアップできていなかったように感じました。ゴール後の無線で声を荒げることもなく、みんなで話し合おうと言っていたので、人為的なミスがあったのではないかと思いました。そしてニックは10戦走っただけでお払い箱になってしまいました。実力で評価される厳しい世界ではクビになるのも仕方ないのかなと思うパフォーマンスしか発揮できなかったように思います。特にまずい走りだなと感じたのは、カナダでのバトルでブレーキロックしてケビンを巻き込んでエスケープゾーンに飛び出した時ですね。向きになって抜き返そうとして他人を巻き込むドライビングミスですからね。印象最悪だったと思います。そして走り慣れたレッドブルリンク、シルバーストーンでもいいところなく終了。夏休みを待つことなくクビになってしまいました。次戦ハンガリーグランプリからはダニエルがレッドブルリザーブからレンタル移籍でアルファタウリで復帰。勇気には厳しい相手になるのか楽しみな展開になってきました。たった20人しかなれない F1 パイロットを務めるには、実力はもちろんいろいろな要素が噛み合わないと生き残れない厳しい世界だと痛感させられました。ゲーム内のニックはどうなるのでしょうか。アップデートでダニエルと交代になるのでしょうか。スチュワードから DRS 使用許可が出た。 DRS が使えるぞ。レースは進んで10周目、オスカーの後ろで13位を走行。セーフティーカーが入って残り周回数が少なくなったので、自分以外はソフトタイヤに作戦変更していました。作戦もこちらから指示しないといけないんですね。システムをまだよく理解していなくて失敗しました。コーナーが厳しいですが、ポイント獲得目指して頑張りましょう。
ープン、勝負に行きます。ブレーキングを遅らせてインに飛び込みます。ホイール同士が軽く接触、立て直して前に出ました。2026年のレギュレーションの大幅変更までレッドブルマックスの優位は続きそうです。悩ましいのはセカンドドライバー選びではないかと思います。チェコは2024年まで契約が残っていますが、現在のような不振が続くとなると困ります。今すぐ欲しいのはランドでしょうが、2025年までマクラーレンと契約があり厳しそう。ダニエルは不振からのモチベーション低下もあって、いきなりレッドブルは荷が重そうです。かといってホンダと関係が切れることが確定しているのに、勇気を雇うメリットはなさそう。チェコと比べると勇気のスポンサーは規模が小さいので、その点もデメリットですね。残る燃料は3ラップ分くらいだ。2023年の残りのレースでダニエルを圧倒して、しかもポイント獲得してせめて最下位脱出できれば少し希望はありそうですが、マシンが今の状態では2期目に見ても厳しそう。チームメイトに対するアドバンテージは 7.1 秒。バッテリーの充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。残り周回数も少なくなってきました。うまくスリップストリームに入りました。 DRS オープン。ここでピエールが幅寄せしてきますが、ギリギリでアウトをすり抜けて前に出ます。ファイナルラップだ。現在11位、前を行くエステバンとは 1.3 秒差、少し厳しいか。自己ベスト更新のペースで追いかけます。残る燃料は2ラップ分しかないぞ。
最後のストレート DRS 全開です。DRS のオープン届くでしょうか。わずかに届きません。11位でフィニッシュ。ポイント獲得できませんでした。本日はレッドブルが首位をめぐって激しい戦いを繰り広げましたが、その成果が実った形です。彼らの努力を考えれば今回の勝利は喜ばしいですね。優勝はマックス、以下チェコ、ジョージの順位になりました。さあ今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。セルジオ・ペレスにとっては満足できる結果でしょう。チャンピオンシップにまた一歩近づいたことになります。今日は素晴らしい技量を発揮したドライバーが何人かいましたが、ドライバーオブザデーは誰でしょう。ドラゴンですね。波乱含みのレース展開でしたが、それを自分たちのアドバンテージに変えていましたね。次はコンストラクターズランキングです。レッドブルがチャンピオンシップの首位を奪いました。それでは次戦マイアミでお会いしましょう。一方アストンマーチンは今週末も健闘し、さらに順位を上げています。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。